こんにちは。4G 初めから攻略パート32です。前回はまだ買っていなかったモンスターや G 級に入って初めて極限状態を狩猟しました。今回は装備作成しつつ、古文書3冊目で解禁されるモンスターを狩猟していくよ。今回もまた準備が大変な回でした。ぜひ過程も含めてお楽しみください。さあ、いきなりだけど古文書解読から行くよ。ちょうど3冊目が解き終わった。セルレギオスが解禁されましたね。もちろん、今更普通のセルレが出るわけなく。詳細は大長老に聞いてみましょう。極みに迫りし者。早い話が極限セルレってことですわな。大長老は初耳風でしたが、この人の依頼で極限セルレ討伐してるんですけどね。集会所だけやってたら、ここが初になる可能性もある。ゲーム的には仕方ないね。極限セルレに関しては体験チャークでは難しいので、別の武器種で装備を用意したいな。結構作るものありますね。大変ですが、気合い入れて頑張りましょう。さて、じゃあまずは手持ちの装備を強化しよう。今後の装備集めの効率化だ。前回の宣言通り、極竜玉を集めてきました。初めての極限強化を施します。第1号はやっぱりアーティです。攻撃力は1632となります。発掘最高倍率に迫る数値だね。こうなれば100人力だ。それじゃ試し切りも兼ねて、まずは素材交換の解放クエから行くぞ。クエストはこれですね。オウガとレイヤの2等クエ。G 級ナルガ素材の解放条件になっています。恐竜化するらしいが、極限強化したアーティなら余裕だろう。さて、やっていきましょう。天空山のオウガといえば、初期位置はここですね。極限クエの解放で、今があればオウが1点だけど、どれも天空山なんだよな。天空山は巣に近いと地形が悪いんだけど、中央付近は平たいからありがたいよね。このクエスト、恐竜化マークがついてましたが、途中から恐竜化するパターンなんですかね。どうだろうね。要素の解放につながるクエストは最初から恐竜化してることが多かったからな。とにもかくにも、まずは開幕ためさん失礼するぞっと。オウガもすっかり慣れたもんです。極限アーティならどれくらいで倒せるでしょうか。もともと G 級個体でさえ5分ちょいで片付いてたからね。2等クエなら5分以内で終わっちゃうんじゃないか。オウガも狩る機会自体は多いんですが、武具の需要が少なめなのが惜しいですね。めぼしいのはジンオン X の頭くらいかな。武器はラギアの前座みたいになってるし。ランク的にはオーガとラギアは同格だと思うけど、ツリーを分けるまでもないから統合されちゃった感あるね。しかも、生産の雷武器を作りたかったら、だいたいラージャン武器でいいですもんね。作成時期に多少の差はありますが、ラー武器もめちゃくちゃ遅くはないですし。ラー武器には覇王の証もいらないからな。普通に G3 途中で作れるんだよね。シンプルに倍率がかなり高いから汎用武器としても優秀そうだ。ラー武器作成で手間取るのは通常個体の素材ですね。これ何パーとか前にも話しましたけど。ギルクエを使わないと通常個体と気軽に戦えるクエが存在しないんだよな。極限クエなら通常個体が出るが、素材集めで極限やるのかって話だし。ギルクエ廃人なら全然問題ないですけどね。ラージャンだけやたらうまいですから。こうしてギルクエを用意しないと満足に戦えないのは G 級にちらほらいます。
イベント以外では全然出現しないやつもいるからな。ゴマとかジョーがそれだね。ジョーは一応村最終でも出現しますが、極限な上に3等クエですからね。バンギス X に優秀な部位があるので、こちらもギルクエを狙っていかねばなりません。通常ゴマなんて完全にギルクエ限定だからね。あいつの素材使う予定あるからギルクエ作らないと。混沌ゴマは割と出現するんですがね、なぜ通常個体を出し惜しみするのか。新モンスターだから押し出したいのはわかりますが、ちょっと違和感があります。シャガルとも普通に戦えるしな。上位までのノリで常駐してよかったのに。G 級になると素材を集められるまでにも準備が必要で、毎回結構時間かかってるよな。マジオスを倒してから特にその傾向が強いですね。なんせ相手も強力なので。今ある装備でゴリ押しもできますが、動画にする以上はスマートに行きたいですからね。装備作った方が結果楽だしね。お、これは。おやおや、もう弱りましたか。まだ3分台ですよ。結局、恐竜化はしなかったね。解放クエだからちょっと構えてたんだけど。じゃ、あとは普通に追いかけて倒すか。はい、オウが終了です。4分経たずに倒せてしまいました。素晴らしい。やはりアーティが強すぎる。実はもうログレギも用意できるんだけど、今の段階だと持ち帰る意味があまりないんだよな。ログレギの強さって GX ハンターがあるから活かされてるところありますもんね。イベクエや発掘防具なしの環境だと、アーティに明確に差をつけることは難しいです。ともあれ、極限強化の効果を実感できて何よりだよ。じゃ、レイヤーもサクッといこうか。レイヤは恐竜化してるでしょうね。油断せず行きましょう。おお、いたいた。こっちは最初から恐竜化か。まずは冷静に解除を目指したいですね。恐竜化してると普通に強敵です。正直、オーガより全然難しいよな。慣れの問題もあるけどさ。振り向きも難しいし、毒と火で削られるのも痛い。動きが高速化するのもシンプルに厄介ですよね。一発食らうと攻撃重ねられるリスクも高いです。今の尻尾とか超怖いんですけど、緊急回避してなきゃ食らってるじゃん。ハンターの動きでは全くついていけてませんね。システムの暴力が襲います。もともと G1 ではかなりの強敵でしたが、恐竜化するとさらに手に負えなくなりますね。噛みつきの炎も超でかいな。大技2発食らうと普通に落ちるぞこれ。出が早い上に火力がかなり高いんですよね。オウガくんはあんなにゆったりしてたのに。もはやこいつがこのクエストのメインだな。慎重に行かないとやられるわ。スタンを目指しつつ、ダメが狙える場面は解除地の蓄積を優先しよう。今のところ足に追撃狙ってもよかったですね。先行中は足元がおろそかになるので。ちょっと頭狙いとの判断をしかねてたね。ダメージ面でも腹と足弱点だしな。いてて、境界付近に陣取られると手が出しづらいぞ。石使ってると時間との勝負ですからね。5体であれば交互に使えば切れませんけど。やっぱソロは5体か身体が好きだな。合心使うと前のめりにならざるを得ないし。対象のダメージ軽減も地味に大きいですもんね。防御力を上げるよりよほど効果があります。さあ、蓄積も進んでるはずですが、まだ解除できませんね。これでどうかな。あっぶねえ。今のよく当たったな。一瞬下がった翼が吸ってくれましたね。当たらなければ尻尾食らってました。解除しちゃえば、あとは普通のレイヤーです。ガンガン攻めていきましょう。位置は少し気になるけど、頭を殴れる向きではあるな。畳みかけるぞ。おお、スタンも入りましたね。フルコンボ決めていきましょう。こりゃなんとかなりそうだな。最初は面倒そうなクエだと思ったが。1投目のオウガがすんなりいったのがでかい。素材集めはスマートに行きたいし。ナルガ素材を使うのは一部位だけですからね。装備完成への道は長いです。さあ、意図せずエリチェンしてしまったが、体勢を立て直して戻ってきたぞ。攻撃機会は結構もらえてるので、もうすぐ終わりそうではありますけどね。怪力の種を飲むと攻撃力1800を超えてます。一撃は相当重いはずです。極限強化すると素の倍率が340だからね。マジで発掘みたいなステータスしてるよ。単純なステータスでは頭2つくらい抜けてますね。紫20と白1も偉いです。デザインもいいしね。2G 経験者にとっては馴染み深い武器だ。さすがにあの頃ほどの一強感はありませんが、イベなし環境では非常に長く活躍できる武器です。あ、これ弱ったね。
逃がしたくないな。ひるんでくれました。ここは貪欲にダメを狙っていきましょう。よっしゃ、完璧なラスト。クエストも5針で終わったな。お疲れ様でした。ナルガ素材の交換は軽いので、防具は作れるでしょう。さあ、それじゃあ、後の素材集めもしてくるか。目新しいクエストは特にないな。ですね。バーッと集めてしまいましょう。ほい、素材集めが完了したぞ。装備を作っていこうか。まずは武器からですね。こちらはマジオスさんのものです。冷血のクラビス。なんと、マジオス1回で竜神玉2個もくれました。マジオスの出れ具合が一番心配だったんだけどね。まさかの1回で済んじゃったよ。この武器、紫10だったり、睡眠100しかなかったり、スロ0だったり、一見弱そうなんですが、倍率が高くて白以上が長いから、物理双剣としては生産トップクラスに優秀なんだよね。特に極限はどうせ属性が通らないから、この武器は極限攻略に向いてるよ。睡眠も双剣は手数が抜けて多いので、100でも結構寝かせられるんですよね。極限相手にも2回くらい睡眠取れたりします。これで切れ味ケアもできたりと便利です。さあ、お次は防具だ。こっちも力が入ってるぞ。我ながら美しい構成だ。攻防ともに優秀なスキルたちが揃った。この構成、レア素材も全く使っていません。素材の要求量もさほど多くありませんでしたね。さ、強化をしてと、フルで G 級防具だから防御力もかなり高いぞ。いいですね。極限レギオス用としては、だいぶしっかり準備ができました。では、石を変えて、いよいよ極限討伐といきましょうか。よーし、待ってろよレギオス。上位では苦戦したが、G 級はさっくり攻略してやる。さ、それではやっていきましょう。こちら、1001の断片、でいいんでしょうかね。破人が飛んでる様を表してるのかな。古文塾へはかっこいい名前が多いね。よし、じゃあ競争もたっぷり持って、やっていこうか。いましたね。遠目からですが、心なしかでかいような。村上位で戦ったやつも超でかかったな。極限だからでかいの固定とかないよね。詳細な仕様はわかりませんが、双剣的には足が狙いやすくなっていいことな気がします。さあ、ではまずは進撃を解いて、戦闘開始です。言うまでもないが、狙うべきは足のみ。ひたすらこかして動かさないのを目指すよ。足は硬化しない上に弱徳が通ります。うまくいけばはめ続けられますよ。なるべく、進撃中に解除値を貯めたいところだ。進撃が切れると、転倒中に弾かれやすくなるからね。さあ、最初の転倒は取れました。紫ゲージも込みですが、乱舞2回プラスアルファでしたね。さすが、ダメージは十分出てそうだな。おお、もう最初の解除できたか。乱舞入っちゃえば、モーション値すごいな。いい調子ですね。ちゃんとした双剣装備、作ってよかったです。上位ではチャークでやってたけど、追いかけるの大変だったもんな。レギオスに対しては打点の高さも生きないし、その点、片手や双剣は相性バッチリだね。ここからは睡眠も入りますね。属性値は低いですが。お、そんなの関係なかったようです。さすがは双剣、手数はピカイチです。大剣みたく重い一撃で起こすことはできないが、遂げたりできるのは普通に嬉しいね。それに、初撃のダメージが稼げないだけで起き上がりモーションに対して攻撃はできますからね。起き上がりはもたもたするモンスターが多いので、ダメージ自体は結構稼ぐことができます。レギオスは睡眠と特に相性がいいかもね。弱点が地についてるからモーション中殴り放題だ。立ち上がりは順調に来ていますね。結構苦手意識あるので不安ではありましたが。さて、2連の詰め攻撃だ。回避性能を積んでるし、これは一度でも当たりたくないぞ。アイテム欄に空きがなかったので、モスジャーキーを持ってきていませんからね。双剣はアイテム欄が少し窮屈になりますね。捕獲セット持ってきたのもありますが。解除中の休眠に対応したかったんだけど、これはいらなかったかもね。さっきのを見る限り、寝かせてさえしまえば、まとまったダメージを与えられそうだ。それにしても、周りのガレオスが不穏ですね。極限解除した途端に近づいてきましたよ。このレギオスが極限化してたのを知ってるだろうに、いきなり安全に見えるもんかね。今回、アイテムのおかげで水やられはいいとして、単純に吹っ飛ばされるのが怖いな。切れ味を余分に吸われるのも鬱陶しいですね。ヒットストップも邪魔ですし。もちろん、全体的な危険度としては、レギオスが極限でないのが一番いいんだが、いざ通常状態になってみると、それはそれでやりづらい環境だ。
最初の解除から2分くらい経ったので、もうすぐ採局が来るはずですね。クールタイム的に進撃はギリ間に合わなさそうです。対象では不安が残りますが。この詰め攻撃やられてると何もできず時間稼がれるから厄介だな。攻撃自体はうまいこと回避できましたね。採局が来ました。やはり進撃は間に合っていません。ちょっと体勢を立て直してもいいな。ここ、洞窟エリア近いし。競争 G もそろそろ重ねたいですもんね。あれ、戦闘中切れるとだれちゃうので。ダメージも受けちゃった。ここはエリチェン時だな。石も使ってないので、ゆっくり整えましょう。時間もそれなりにかかりそうですし。一服してきた。後半戦にはまだならんか。よく見たら、まだ0針でしたか。極限相手は神経使うので、長く感じます。慣れてない極限は特にね、精神的に疲れるんだよな。シンプルにケアするものが多いんですよね。狙う部位もだし、石の時間もあるし。特に進撃は時間短いので、なんとか時間中に削ってやろうという気が強くなります。その中でも慎重にいかないとダメなんだけどね。おつったら、それこそ効果時間無駄にしちゃうし。しかし、転倒はよく取れていますね。ダメージはちゃんと入っていそうです。クロミスまで揃えるのはやりすぎかもと思ったが、全然そんなことなかったな。防具も流用じゃなくて、専用で揃えてよかったわ。火力かなり出てるね。こちらは、種を飲むと攻撃力476でした。発掘の最高倍率と同じですね。極限強化してない段階でこれです。やはりクラウィスは優秀ですね。マジオス武器って割と格差でかいからね。倍率の時点で20くらい差があるんだよな。少し睡眠が入ってるからなんだろうけど、片手双剣は倍率310で最高だよ。一方で、総中魂はなぜか290しかありません。一応スロット付きではありますが。それに、総中魂はなぜか覚醒が必要なんだよね。武器種自体確かに強いけど。この辺はどういう意図があったんだろうね。前作でヤマタ一強だったから警戒したのかな。それにしちゃ、ペダンの強さが説明できませんが、紫ゲージが出てることを重く見たのでしょうかね。総中魂の手数では紫10程度一瞬ですけどね、ほぼ白ゲージと考えて運用しないといけません。899の白だとペダンの強化前レベルだからな。睡眠もそんなに活かせないだろうし。あら、レギオス君は移動ですか？移動先はどちらでしょう？できれば岩地の方に行ってもらいたいな。砂漠だとガレオスが邪魔だ。この向きは、どうやら砂の方ですね。厄介な地形です。本物の砂漠リスペクトの段差が牙を剥くよ。別にゲームで砂漠感求めてないんだが。さあ、移動後しばらく戦いまして、2回目の睡眠が入りましたね。100でも意外に寝るね。極限相手に2回取れれば十分すぎるな。小型に起こされちゃいました。案の定というか。本当にこいつらと来たら、マジで余計なことしかしやがらねえ。しかもこのエリア、ネルクスとガレオス両方いるよ。新旧の小型で仲良くするな。どっちも似たような鬱陶しさがありますね。特に、ブレスで吹っ飛ばしてくるところとか。ゲーム内の役割も似たようなとこあるよな。モンスターの肝担当だよね。モンスターの肝集め懐かしいですね。序盤の面倒なクエ筆頭でした。4G ではそのイメージはない。と思ったら、序盤に砂漠が出ないから当たり前ですね。まあ、納品系のクエが少なくなるのは、喜ばしいところだな。その分、MH4 系には、やたら卵運搬があるが。新しい拠点に行くたびに依頼されましたからね。重要な解放要素もあるので、やらざるを得ません。最近の作品では、納品やらされる機会も減りましたが、バイルズもそうなんでしょうかね。わざわざクエストにはしなさそうだよね。納品依頼として、いつでも受け付ける形になるんじゃないか。モンハンブランド自体がだいぶ広がっちゃったから、煙たがれる要素は極力排除したいだろうし。海外2期の納品系への印象ってどうなんでしょうね。嫌いそうなイメージありますけど。海外勢は水中推しが多いイメージあるわ。復活の見通し立ってないから、ちょっとかわいそう。地域によってゲームに求めることも違いますね。日本では水中が熱望されてるとは感じませんが。ゲーム内の一要素がどうかはわからんが、とりあえず 4G は海外人気高いっぽいね。このチャンネルにもたまにコメントつくしな。視聴者の比率的には 1% とかだけど。ゲーム内の情報は翻訳できないのによく見てくれるなぁと思いますね。一応動画の情報は翻訳版を用意してるのですが、スキル名とかはどうしようもありません。コメントの返信も翻訳使って返したりな。
そこら辺のやりとりが面白かったりするんだけど。あ、なんか無駄話してたら足引きずってら。11分ちょい経ったところでした。悪くないペースですね。それじゃ、再々局されても厄介なので、さっさと追いかけましょう。ふい、討伐完了。引きずってから結構粘られたな。ギリギリ10分針でクリアができました。クラウィス、大活躍です。用意してよかったね。玉出してくれたマジオスに感謝。さて、これで古文書解読も進むな。あと少しだったはずだけど。進捗、確認してみましょうか。あ、惜しい。あと一文字じゃん。まだ時間少しあるので、このままこのパートで埋め切っちゃいましょうか。確か、また迎撃戦が出ていたはずです。ちょっと景色を見てくるだとさ。ここからじゃ、でかい御殿しか見えねえぜ。いや待てよ。最近めっきり春めいてきやがったし、花見の予行演習でも始める機会。そのグラさんまだ持ってたんかい。っていうか、この猫さんとはお別れしたはずじゃ。何を言うんだブラザー。世界的スターも休息は必要。メイビー、これがお忍びってやつさ。ブラザーじゃねえって言ってんだろ。いい加減勝ち割るぞ。ほら、真面目に狩猟していきますよ。今度はナズチが町にやってきました。これで、ドスコリュウ全員来たな。この町、コリュウに好かれすぎじゃね。そういう地域だからこそ、防衛力が鍛えられたそうですし。人とモンスター、どちらにも重要な場所なんでしょう。ほい、来ましたよっと。武器は曲折を担いでるよ。役に立つかわかりませんが、スキルを少し変えています。竜属性に、技物、毒無効ですね。毒をつけて、竜属性攻撃が3から2に落ちてるのが、って感じですが。役に立たないってことはないだろうから、しばらく様子を見てみよう。それに、死にって組み直す時間はなかったしな。すぐ作れるもので、なんとかこさえた感じだよ。属性特化の装備、ちゃんと組み直したいですね。快進撃をつけた構成を試してみたいです。しっかり会心を盛るには、いいお守りが必要ですが、作ってしまえば、他の武器にも流用できます。双剣は手軽に属性を使った遊びができるからね。チャークの強属性よりも取り回しやすい。火力的にはチャークの方が上でしょうが、そうそう調出なんて連発できませんからね。前回のサビクシャがいい例ですが、細かく属性攻撃を加えられるのは双剣の特権です。属性があると楽になるモンスって結構いるんだよな。ギルクエやってると極限だらけだから忘れがちだが。改めて属性全カットって思い切った仕様だよな。いや、全然褒めてはないんだけど。前回の動画についたコメントを見て改めて思いましたね。4G を長くやってて忘れがちですが、極限の仕様はぶっ飛びまくっています。こんなん今出したら大炎上だろうな。スチームの評価欄が目に浮かぶようだ。今も何も発売当時もしっかり炎上してましたけどね。今ほど拡散されづらかっただけで。通販サイトのレビュー、ゲームの掲示板、各所で荒れまくってた覚えがあります。確かに思い出したわ。ニコ動のコメントもひどかった気がする。かくいう我々だって全く擁護はしてませんもんね。やりすぎて慣れたというだけで。エンドコンテンツの完成度の高さに隠れてるところはあるよね。これで通常クエストに出るだけだったら、いいとこ一つもないもんな。実際、ギルクエで戦わない極限に関しては、いい印象ないですしね。もちろん、本シリーズではそれらも攻略しますが、どうなっちゃうか今からビクビクしています。1体はおおむね問題なさそうだけど、もう1体は発狂する未来しか見えないな。それまでに極力こっちの戦力も増強しとかないと。ぼちぼち、ギルクエ派生もしなきゃですね。今は古文書解読をメインにできていますが。最終目標のラージャンについては、狩りより狩るまでが難しいです。これに関しては確率だもんな。でも、そこまでハードルは高くないとも思ってるよ。別に、地形とか武器まで厳選する気はないからね。初期位置遠くて紫です。とかなら別だけど。言うて、ラー一頭であれば、どの地形でも戦えますもんね。すでに、装備的には140に臨めるところまで来ています。ぶっちゃけ、今ある居合のアーティ装備であれば、余裕で140ラーも狩れちゃうからね。もはや、クエスト派生と動画での見せ方の方だけ考えてるよ。まだまだ先と思ってましたが、
古文書が終われば、いよいよギルクエ編ですからね。一応イベクエ編を予定しているものの、本編は本編で綺麗に締めたいものです。そうだね、あとどれくらいかかるのかはまだわからないが、これからも全力で駆け抜けていこう。あ、角壊れた。結構時間かかるな。やっぱりちょっと火力足りてない感ありますね。せっかくつけた毒無効ですが、浮いてます。毒切りの毒を受けないのは確かに便利ではあるんだが、切り自体のダメージは消せないからな。防御力を上げつつ火力と曇りにした方が、ダウンの頻度が上がって攻略が進みそうだね。ナズチは結局そこに落ち着くんですね。モンハンの時代からやること全く変わってません。動きが遅くて体力が多いからな。こうならざるを得ないよね。足ひるみでダウンする仕様もあるし、頭以外で転倒するのはドスコリュウではこいつだけだ。言われてみれば、角破壊した時のリアクションもナズチだけ薄めですね。クシャルとテオはひるむたびにダウンしてますが、コリュウによっても個性が出ますね。ナズチだけ異質ではあるけどね、使う能力もかなり特殊だし。クシャルとテオは風や炎といった自然界の現象を操っていますが、ナズチは自分の透明化ですもんね。確か皮膚に微弱な電流を流して背景色に変色してるんでしたっけ。それプラス光を屈折させて見えづらくするんだよね。4G の演出はこっちを押し出してるな。クシャテオほど派手な能力ではないけど、相当高度なことやってるよね。見た目からして違いがありますもんね。クシャテオはよう、ナズチは和って感じです。それは BGM とかにも現れてます。モンハンの世界観を語る上で外せない要素です。ナズチは戦闘 BGM もいいけど、初期作の登場ムービーのもいいんだよな。戦闘 BGM 以上に和を感じられますよね。見た目もあってめちゃくちゃ雰囲気あります。あのムービー結構怖いですよね。目がギョロッとするとことかね、古竜の風格も感じられるよ。実際には超絶4人でめった切りにされてたが、あれはナズチがどうこうというよりゲームシステムの都合でしたから。よーしクリアだ。結構時間かかっちった。12分台は最初にチャークで挑んだ時と大して変わりませんね。スキルを見直せばもうちょっと縮まるはずです。さあ、これで街も守りきったし、古文書の解読も終わっただろう。最後、解読結果を見て、このパートを締めとしようか。解読完了しました。混沌ゴマのアイコンですね。今更混沌って感じではあるが、これは次回に回すとしよう。さて、古文書3冊目を超えました。装備も充実してきましたね。ようやく極限強化ができたね。双剣装備もできて、戦いの幅がだいぶ広がったぞ。ここから古文書モンスもどんどん苛烈になっていくから、しっかり準備を整えて対抗していこう。ですね。ワイルズを楽しみつつ、4G もしっかりやっていきましょう。それじゃ、次の動画で。またね。